次はアイスの状態ですね。アイスがどのぐらい曲がっているのかとか、アイスがどれぐらい滑っているのかっていうのを常に考えなくてはいけません。例えばたくさん前にガードがあって、どうしてもなんかドローする幅がなさそうだっていう時なんかは、じゃあアイスどうだろう、外側からのラインってあんまり使ってないよな、アイスの状態ちょっとわからないよなっていう時は、アイスが読めてるラインを使って攻めていくのか、その状況が分かっていないとやっぱりミスが増えてしまうので、アイスの状態がどういう状態なのかっていうのも考えながら、じゃあこっちの方がいいよね、あっちのラインの方が、ね、何回か投げてるからアイス分かってるよねっていうふうに判断したりします。なので相手にどっちを投げさせたいのか、例えば相手がずっと使ってないラインを最後ドローさせたいっていうのであれば、こっちのラインを、ね、残しつつ自分たちがなんかこう攻めていくような形を作ったり、どっちからのラインを投げさせたいっていうふうに考えるのも、そのアイスのコンディションとしては相手がミスするかなみたいな方を選ばせたりします。あとはガードの位置ですね。アイスがたくさん曲がっているアイスであれば、ガードは近くてもしっかりガードの裏に入っていくことができるので、このね近いガードも有効的ですが、アイスがあまり曲がっていない状況だと、あまり近いガードを置いてしまうとなかなか後ろに隠れるのが難しいので、簡単にねこうやって打ち出されることができてしまう可能性があるので、アイスがあまり曲がってない時は少し遠めにねガードを置いて後ろに回り込むというようなガードの位置もどこに置くのかっていうのもアイスの状態によって変わったりします。最後はこの今何投目なのかっていうところですね。石はそれぞれ8投あります。はい、この8投の中で、じゃああと何投残ってるからどんな展開ができるよねっていう考え方をしていきます。最初の4投目ぐらいまではそこまで考えずに、相手の石が入っていれば出したり、自分の石が入っていればガードしたりっていう選択になってきますが、石が残り少なくなってくると最後の展開に持っていくイメージがしやすくなるので、じゃあ例えばガードしないでもう1個入れに行くだったり、石の残ってる数によって作戦も変わってきます。最後スキップの2投をどういうふうに終わらせたいのかっていうのを考えるときには、あと何投残ってるから何点だったら取れるね、あと何投しかないから、ね、ちょっと3点は無理かなとかっていう考え方になるので、何投残ってるかは常に後半になるにつれてね、後半の人になるにつれて考えながら作戦を考えていきます。この7つ、フリーガードゾーン、エンド、スコア、ロック、アドバンテージ、アビリティ、アイスコンディション、ナンバーオブロックスリメイニングですね。この7つを相対的に考えて、この8投をどうやって投げていくのかっていうのを考えていく。それでエンドをコントロールしていくというふうな考え方になります。